はい、地球どうも系南條です。今日もとっくん来てくれてます。お願いします。お願いします。はい、わかりました。はい、お願いします。今回はですね、4月の下旬に発売されたばかりの新商品キットレビューを、じゃん、エレキットさんのサイボーグハンドでございます。はあ、いやいやいや、ときめくでしょうよ、とっくん。これサイボーグハンドだよ、これ。こうカラー付きの注文書が来るじゃないですか、メールで。即決。30代の男の心をわしづかみにしてますからね。これもうボールぐわしいってますからもう来るの楽しみにしてましたから、僕4月一番に楽しみにしてましたよ、これ多分だんだん足作って胴作ってみたいな話になると思うんですよ、これこういうね、とっくん地道な活躍がですね、本物のザクを作るんですよ、いつか人類はなるほどここにですね、君の手をパワーアップって書いてますからね。今回これを作って、僕の右手をね、さらにパワーアップさせていこうじゃないかと。それをとっくんにカメラでバシッとね、収めていただこうかなと。そういう回でございます。はい。作ります。というわけでですね、とっくん、必要な工具類とか、これ全部裏表紙に書いてますんで紹介しますと、ニッパー、ドライバー、ハサミ、マーカーペン、あとコップと水。コップと水。はあ。これ水圧式なんですね。だからコップと水がいりますよと。あと必要な時間3時間。今日は3時間収録ですので、難易度が3。全体5でいうとこの3。チャレンジ年齢10歳。カラーが大事。カラーが大事。お子様から大人の手にもフィットします。これが買いの決め手よね。あ、俺でもつけれるんだっていうね。それではとっくん作っていきたいと思います。じゃあグリップバーからね。ドライバーがない。先に準備してくださいよいつものことじゃないから、いつものドライバーいりますから、ドライバーミニ四駆で使うサイズのドライバーですね。2ミリの。大体模型あるあるだけど、前にパーツが飛んだっていう残像見えたら大体後ろに行ってるからねそういうことなんですね。で絶対ね、これあるあるだと思う。本当探してた方向と真逆で見つかるから本当不思議。これさすが10歳向けっていう時あってね、ほらこんな取り付け方ダメ、ブー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 って言ってねむちゃくちゃ丁寧なんだけど、これそうなんかね、まっすぐじゃないとダメっていうね、分かっとるわいっていうあ、なんかでももうこれでテンション上がるんだけど、これほらむちゃかっこいいんだけどやばいやばい。グリップはうまいですって言ってやっぱドラグナーじゃないですか。あ、ドラグナーだやばい、どっちにしろテンションが上がる。おっさんしかドラグナーね。オープニングめっちゃかっこいいからね。オープニングだけ見るんです。そうそうそう、オープニング見てあとはようわからんっていうネジ飲みするだけでなんか工業製品感出ますねそうだねそうだねそうだねなんか確かになかなかね、ネジを使うプラモデルっていうのはね、めっきり減りましたよ。逆襲のシャアの出たての頃のニューガンダムとかサザビーとか全部ネジで止めてましたから。そうそう、ガンプラもね、ネジの時代があったんですよ。ネジの時代。はい、グリップバーできましたよ。かっこいい。実装って感じだね。実装って何実装変身とかじゃないんだよ手のひら作ります。チキン。いや、最近本当に企業努力をめちゃくちゃ感じる。昔なんかもう本当これで作ってみろやみたいなすっごい乱暴な説明書があったのタミヤさんぐらいなもんだったよ、本当に分かりやすかったの。だってパーツのさ、ここにつけるんだよっていう矢印が途中で見失うんだよあれ、このパーツどこに突き刺さってるのって。ちゃんとデザインがメカメカしいのがいいよね。これね、めちゃかっこいいっていう、こだわってるな。いや、確かにね、突き抜けるならとことんだと思うよ、こういうのね。だってさ、サイボーグっていう単語まあまあ聞かないからね。なかなか日常ではなかなかそうサイボーグってそう聞かない。いや、地球堂はもうこういうのはいち早く導入しますからねいつ人間の体がなくなるか分かりませんから、そんな時代でもみたいなね。あ、ここか。あ、ここか。こうか。で、こうか。いいですね。こういつものプラモデルだったらないような新鮮なリアクションがそう本当よ初めて模型を作ってみた人みたいな、なんかちょっと新鮮な気持ちになるんだよで、この上にタッピングネジを打つ。なるほど。 C の7。タッピングネジ。深夜乗りひどいな
南條さんがこう横で作ったらなんか僕はもう、カラムーチョ食べてます。そうそうそう、本当よ。めっちゃいい匂い漂わしてるし、本当に。カラムーチョ食べながら作ってるのを見てます。そうね。羨ましい。今後あれですかね、こう撮影中のお菓子も紹介しますか。ああ、ほんとね。それいいと思う。まあまあ変なんいつも買って食べながらやってますからね。そうそう。僕あれなんですよ。変わった味めちゃくちゃ好きで、コーンポタージュ味のガリガリ君とかもう我先に多分島根で一番最初に買ったんじゃないかっていうぐらい飛びついたから。バッ。南條さんの変色ぶりには結構驚かされますね。毎日食べたことない味の何かを買うっていうのがね。密かなね、深夜の楽しみなんですよ。一番だから人生で衝撃だったのがショートケーキ味の焼きそばね。あれはねまあ企業努力があるんで何とも言えないですけど、まあ、やめといた方がいい。あれはねちょっとひどかったな。買う俺も俺なんだけど。あとこれ知ってる人は知ってるかもしれないですけど、多分ね20年前ぐらいなんですけど、芋虫の入ってるキャンディーっていうのが売ってて、スーパーに。気持ち悪すぎる。いや本当になんかね、食べれる虫が飴の中にコーティングされてて、でなんかそれを食べた記憶が。変な時代だったな。あれを仕入れるスーパーもどうかと思うけど。本当っすね。いけるって思った。売れるぞこれはみたいな、今回のこのサイボーグのあれのように。お店って店長の趣味嗜好でね、だいぶお店偏りますから、地球とも気をつけていかなきゃなって思うとるわけですけども。このなんか全くその動作に関係ないところで格好をつけてるのがいい。ほらこことか。なんかこうさもこう手で回してネジで止めましたみたいな突起がついてるけど、これどっち向きなんだろうね。こっちなんかだんだん分かんなくなってきた。じゃあこっちで。次は指の組み立ていきます。一番肝心要のフィンガーのとこですね。フィンガーですよ。そうやね、僕の友達でねG ガンダムを完全にセリフまで覚え込むほど好きな人がいて、一回最終回がめちゃくちゃいいから一緒に見ようって言われて、そいつと一緒に見たんだけど、横でずーっとその全員のセリフやるの。もう内容が全く入ってこない。すごかったからな。オープニング曲からそいつの声だったからね。南條さんはガンダムだったらどれなんですか、一番は。僕はね V ガンが一番好きですね。おっと、富野さんのお家芸みたいな感じがもうなんかウッソもなんかさなんかいろんな意味で面白いんだよ。裸のお姉さんって言ってビームサーベルでちょっと焼いてみるっていう、もうこいつ狂ってるわダメだってやっぱりこれ残像じゃないって言って確認の仕方っていう、もうちょっとあるでしょみたいな。僕も V ガンが一番好きですね。あ、本当？カテジナさんがほらガンダム三大悪女の一人とかよく言われるじゃない。そうですね。僕でも言うてカテジナさん一番好きですからね。あ、本当？あの感じ全然好きですね。ああいう見てて迷惑な感じがすごい好き。なんかなんかね、なんていうんかな、彼女なりの思いがあっていろいろやってたんだねっていう感じがね、割とこう誰にも受け入れてもらえない感じの人、キャラクター出てくると、ああ僕は分かってあげてるよみたいな。僕だけは君の。そう、僕だけは君の。そう。あれですよ、当時の話ですよ。30代が思ってるわけじゃないですからね。10代の頃の自分はそうだったって話ですよ。そこは誤解のないように。何の予防線。確かに。いや V ガンはでも本当なんかいろいろすごかったな。オデロの声優さんがね、あの人の最後の散り方の声がすごすぎて、もうなんか演技じゃないんじゃないかみたいな、本当にこの中の人は死んでしまったんじゃないかっていうぐらいの断末魔をあげるから、そう母ちゃんって許してくれんのかとか、なんかそんな感じのがあって、なんかこう嘘守ってやってんぞみたいな感じでうぎゃーっていう最後あれがね怖い、マジで怖い。オデロスペース最後みたいな断末魔いやあれすごかったな。なんかね、なんか涙が出た。本当 V ガンダムはもううえっていうの泣けますもんね。そう、いくつもの愛でおえってなります。そうおえってなるわかる。よってが勝って老いぼれをいじめようって。そうなんかみんないい味出してたな。いい味出してますね。指が結構思ったよりも指がごっついっていう。ごっついですね。この指を作ってる間ずっと V ガンの話してるってね。ここら辺で V ガン最後にしようと思うんですけど、
でもオープニングをですね目覚まし時計に使ってもらうとめっちゃ目覚めいいですからあれスタンドアップって言ってくれるあ結構力強いよ。痛いもんこれ手の今パチンペチって痛い結構痛い破壊力ありますよこれ。いいですね。まあこれ多分5本作っていくんでしょうね、はい。これやっぱあれなんですね、こうなんかこの配色はやっぱりこう男の子をくすぐる配色なんでしょうね。ああそうかもしれない。ガンダムと同じですもんほんとね、オレンジと赤と白ね。そうそうそう。この差し色ってもうセンスの塊だよね、うん、かっこいい。白黒オレンジ横の赤だもんね、超かっこいい。今テロップ入りましたね多分。うんあ入ったね。白黒オレンジ横の赤って見事に入りましたね。見事にいただきましたね、でもあれだよね特にね、そのなんかこう本当打ち合わせするようになったんですね。いや本当にね、打ち合わせの大切さをしみじみと、そう本当にそういう意味だと今回は何にも言わせてそう大事さを訴えておいて今回割とノープランで言ってるっていうねカメラワークもまあここの角度やったことないしやってみるかみたいな感じだもん。この角度でいいんでねいいんでねっていう分かる分かる。今回の商品はなんかねその少年の心くすぶられた熱量だけ伝わればいいんじゃないみたいな確かにその感はある。結構動きスムーズだよね。いやー OK です。完成です。これ指4本なの？ちゃんと5本あるでしょこれ。あ指4本だ。ほんとだ指4本だそうなんだ。ちょっと指感出ますね。指感出るね。指感ってなんだよってなりますあ結構でかい手になるよほら、ほら思った以上にかっこいいぞこれ。ほら完璧に指完成しました。なんかギター弾けそうじゃない？何かギター弾いたことあるんですか？いやあんまりないF で挫折した男です。F で挫折した男僕もですわかるわ。グレーのなんかイントロだけ練習してるやついっぱいいたわ時代だな。時代でしょグレーのイントロだけ練習する。次はですねこの指と顔を、スムーズに動かすための、いよいよここがあれですよ理科要素ですよ。水圧シリンダーっていうのを作りたいと思います。このキットはあれなんですよスティームだと。科学技術工学芸術数学大事だよっていう。これなんか地球堂でねスティームって連呼してなんかこう学校に営業できないかなって思ったりもするんですけどすぐね新しい切り口を探そうとするっていうスティームって地球堂スティームいいじゃんねこのみんなパワーハンドをみんなで作る回ね、女の子そっちのけでまずこんな感じでチューブをザクザクと、これ接着剤だと思ったんですけどねこれオイルらしいですよ。そんなの説明ですね。そうでこのオイルをこの容器に入れてでこの棒で塗りましょうっていうパーツがねランナーである。最近なんか別途これを用意してくださいみたいな商品なくなったっすねほんと。最近ねこういう最初から入ってるグリスも量減りましたよねあれ手のひら返しいやだってね昔さミニ四駆のグリスこれでもかってぐらいグリス入ってたのに今もう全然ないもんね。入れ物が破裂するんじゃないかってぐらいパンパンにグリス入っててね今足りんわっていうねはいシンダーの完成です。結構ねいい動きしますよこれいい動きしますよほらじわっとこう減衰が無駄に効いてるっていういいねじわっとなるね。こんな感じでどんどん作っていきたいと思います。これなんかすごい要になりそうだね特にね。なんか落としてますねちゃんと。落とすほら、水圧を感じますよ。水圧はないかまだねまだ入れてないですね。そういいねバネの長さ間違えたとっくんこれやらかしたわ。これはいけん。うわこれはいけん。これ本当にいけんやつだ。やっちゃったこれ。大人なのに間違えた。しまった。10歳でも作れるきっとやらかしたねやばいこれはやばい。はい、というわけでねとっくん間違えてもパーツを折らずに直せますからこれ大事なとこなんでねそういう感じにしたんですよ。わかりますとっくんこれわざとなんだよ。わざとじゃないんだよじゃないよ。わざとなんだよ綺麗に直せますよ。はい、大丈夫です。どのパーツも大丈夫です。はい、みんなも気をつけて組み立てましょう
説明書をちょっとこんなの分かるしって言ってた自分が恥ずかしいわ。成田さん割とあるあるですからね。ある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 。本当ね、何度も言いますけど、右手と左手なかなか合わせられない人ですからね。やっぱりリカバリー力そうですね。リカバリー力。そうが大事。そうそう。何でもそうですよね。リカバリーできれば問題ないと。そう。プロとアマの違いはそのリカバリー能力。本当にプロで活躍されている方々はすいませんでした。僕が悪かったです。いよいよですよ、とっくん。水を入れたカップにですね、シリンダーで水をシリンダーの先を水につけてピストンを引っ張る。押してからね。絶対わかんないよね、これ。水でいっぱい今満たされてますよ、これ。これを3本作ると。はい、完成しました。チューブ。続きまして、シリンダーのチェックします。これを押すと、このパーツが浮けば成功と。いきますよ、とっくん。面白い。本当だ。これが水圧式ですよ、とっくん。すごいな。なんかすごい減水を感じる。じわーっていう。これが全部うまくいってるかを確認します。いいっすね、この減水の動き。キュイっていうね。いいじゃないですか。形になってきた。形になってきたですね。やばい。いや、でもほんとかっこいいんだけど、これやばくない？シャーシャー。よし、やろう。マジでかっこいいな。ここでね、ほら、掴むとこの調整をするみたいですよ。だから大人だったらちょっと後ろに下げて、で、これでなんか自分の感じでストップすると。で、これちょっともう指をね、曲げたいところは山々なんですけど、まあ完成して、ね、楽しみは最後にね、取っとかないと。できたよ、とっくん。ほら、こんなに自在だよ。すごくないですか、これ。気持ち悪い。かっこいい。でですね、これだから基本的にこの指で掴む動きをするんですよね。で、この幅とかは手動でね、こうやってね、やってもらって、こうやってクワシと。いや、完成しましたよ。どれくらいですか？2時間半。そうですね。そうですね、30分ぐらいしか短縮できませんでしたね。いやいや、説明書通り3時間ですよ。そうですね。いや、でもなんかね、動きがいいんですよ。ほら、ぬるっと。ぬるぬる動けますね。で、ほら、小指から順番にほら。ほら。というわけでですね、今回僕パワーアップしたので、この右手が。これで、普段のプラモデルを、そうですね。もうこう華麗に作ってやろうじゃないかと。もうこれいける気がするよ、僕は。よし。はい、OK です。やったよ。できたよ。なんだ、慣れてきたよ。いやはい。というわけでね、もうとっくんどうですか今の見て。使いこなす時間の問題でしょ。ちょっと修行を加えたら、これ僕だいぶこう、ほら、自分の手と同じように扱ってきてますから。というわけでですね、今回紹介したのは、エレキッドさんのサイボーグハンドと、君の手をパワーアップってね。これあれですから、3500円っていう割とリーズナブルですよ。あ、なんかそう言われるとなんか安く感じますね。ね、ほら、この動きが3500円手に入るんですよ。でもう3500円を使うと、左手もこう、パワーハンドになりますから。なるほど。ですね。俺なんかこれめちゃくちゃ気に入ってるんだけどな。グワシッ。いやー、遊びました。はい。というわけでですね、こんな感じで終わっていこうと思います。いろいろすいませんでした。まあまたいろいろコメントも待ってますよ。どんなコメントが来るんだろうね。そうですね。まあ楽しみにして、終わりにしたいと思います。はい。面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ楽しかったですね。はい。ご視聴どうもありがとうございました。あーむず